ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は新型 iPad mini 6の噂ですね。こういったリーク情報出てきましたので、どんどんね、解説していきたいと思います。9月あたりにかけてですね、Apple の発表会がありそうということなので、次のじゃあ iPad mini ですね、新型がどうなっていくのかだったりですね、例えば Touch ID 搭載なのかだったり、細かいね、詳細な情報とか、性能とかですね、お話ししてですね、最後に発売時期はじゃあいつ頃になるのかだったりとか、価格はこれくらいになるんじゃないかについてですね、で、またじゃあどうして今じゃあ買うべきじゃないのかだったりとか、待った方がいいのかみたいなところもね、お話ししたいかと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。またこの機会にぜひ登録してもらうとですね、僕がもう本当に死ぬほど喜びます。ありがとうございます。いつも。あと通知ベルもこれオンにしていただくとですね、最新情報が届きやすくなったらですね、コミュニティ機能で Apple 製品はじめとしたね、お得なセール情報とかも届きますので、ぜひ通知ベルオンにしてね、見逃さないようにしてもらえればと思います。あと Twitter も日々こちらタイムリーに更新してますので、よろしければね、フォローお願いいたします。お待ちしております。まずは、現在発売されるこれ iPad mini ですね。第5世代、こちらについてなんですけども、このモデルはですね、2019年の3月に登場したものになるので、もうほぼ2年半以上ね、経過しているモデルとなりますね。なんで iPhone で言ったら iPhone XS の時代のものになると。それがまだちょっと普通に売られているのっていうのと、価格もね、当時のままなんですよね。これ大丈夫かってね、思ったりしますし、一応2019年にね、登場した今のモデルもですね、見た目のそのデザインとかに関しては、言ったらその2012年から iPad mini は刷新されてないので、基本的に一緒なわけなんですよね。もちろんその中身のチップが変化したりとか、Apple Pencil、第一世代の対応とかはもちろんあったりはするんですけども、見た目はほとんど変化がないのが現状っていうところですね。つまり今回なんで新型がね、もし登場となればですね、9年ぶりの iPad mini の大きなアップデートになるわけですね。例えばアメリカのメディアブルームバーグとかもですね、6月の記事にはなりますが、画面の境界線ですね、黒いベゼルの部分場所が狭くなって、ホームボタンの取り外しっていうのもテストされているというふうにね報じたりもしてますし、昨年の場合だとですね、iPad Air 4ですね、こちら登場しまして、大きくiPad Pro のようなね、こうやって全画面のデザインになって登場したじゃないですか。登場してますので、こういったものも iPad mini に受け継がれるのが非常に自然な流れなんじゃないかなと思いますね。で、Apple はですね、やっぱ2018年のこの iPad Pro に始まってですね、四角い、スクエアエッジって言ったりするんですけども、そういった、デザインですね、どんどん多くの製品に取り入れられているというところで、例えば使ってますが、iPhone 12シリーズとかではですね、iPhone 11までの丸みを帯びたようなね、デザインだったと思うんですが、そこから四角いデザインになったりね、したじゃないですか。また、5月に登場した iMac もですね、大きい iPad Pro のようなね、非常に四角いね、大きい板みたいなね、デザインになったりしましたし、また前回動画でも話しましたね、次のApple Watch シリーズ7ですね、こちらもやっぱ四角いデザインになるんじゃないかと言われてたりもしますので、なので Apple 製品はね、やっぱ共通したデザインをね、やっぱ採用してるっていうのが、あると思うので、そういったことを考えるとですね、やっぱこの流れは来るんじゃないかなと、個人的にも思いますね。で、iPad mini のね、画面ですね、ディスプレイについてですが、全画面デザインってなりますので、まず Touch ID のね、下にあるボタンとかがね、なくなるんじゃないかなと。そういった画面になると。なので画面サイズがですね、現在 7.9 インチからですね、8.4 インチほどになるんじゃないかなと言われておりますと。ただこの画面の縁のベゼルがね、全部はその画面になるので、本体サイズっていうのは、サイズ感っていうのは今までと同じっていうところですね。これがいいかなっていうところで、持ちやすさに関しては、やっぱり今まで通り使えるっていうところがね、非常に嬉しいかなと思いますね。またこれ新型 iPad mini の画面にですね、そのミニ LED の搭載の噂もあったりします。今年登場したその、新型の iPad Pro 12.9 インチのモデルにはですね、ミニ LED というね、新しいものをですね、非常に要するに綺麗な表現ができるものなんですけども、そういった小さい LED がバーって搭載されているんですよね。一応本当1万個以上の小さい LED がガーってね、敷き詰められてますんで、非常にやっぱ細かく、綺麗な表現がね、できたりもすると。これがね、一応 iPad mini の、次の6世代ですよね。これに来るともね、言われてたりはするんですけども、これは正直個人的にはね、ないんじゃないかなと思いますね。もちろんその iPad Pro 12.9 インチにね、搭載されてはいるんですが、例えば iPad Pro の11インチですね、小さいサイズの方には搭載されてないんです、このミニ LED っていうものはね。ってことは上位モデルの iPad Pro にも搭載されていないのに、ローエンドですよね。下の位置づけとなるモデルの iPad mini
時にじゃあ来るかっていうとそれはねやらないんじゃないかなと思うね。コストとか生産の問題とかあったり、普通にマーケティングとしてね考えると確率は非常にちょっと低いんじゃないかなと思いますね。じゃあどうなるのかっていうとおそらくiPad Air とね同じような仕様になるんじゃないかと思いますね。なんでリキッドレティナディスプレイ、液晶ディスプレイで例えば画面の最大の明るさとかですね、最大輝度とか言ったりするんですけども、500ニットというもので、同じになるんじゃないかなと思いますね。ただ画面サイズ、が、やっぱり iPad mini 小さくなるんで iPad Air よりやっぱ綺麗に、見えるんじゃないかなと思います。iPhone 12 mini とかもこれもそうなんですけどもPPI というものがねやっぱ小さくなるんで画面が小さいんで、つまりこの1インチあたりに、画面が小さい分ピクセルがねピクセルパーインチなんで1インチこのあたりにピクセルがどれぐらいあるかっていうものを示すものなんですけども、それからやっぱ細かくなるんで単純に画面が小さいからギュッとした感じなんでね、日本語だと解像度とかにね近いと思うんですが表現としては、小さく綺麗な画面で見えるんじゃないかなと。でここからデザイン周りのねお話をしていきたいと思うんですけども、画面については先ほどお話しした通りですね、iPad Air のような全画面のデザインですねのやっぱ 8.4 インチとかになるんじゃないかなと思います。そうなるとやっぱ画面にあったホームボタンがなくなるのでじゃあどうなるのかってね気になる方もいるかと思うんですが、その代わりに iPad Air と同様のその電源ボタンに内蔵されたタイプですね、のタッチ ID、こちらになるんじゃないかなと。なんで iPad Air の本当もう一生、小さくした感じですよね。なのでFace ID とかやっぱ iPad Pro のみの機能になるんじゃないかなと思いますね。最近ではやっぱまたこの iPad mini 6のですね、金型ですね、らしきものの動画とか画像がこう出てきたりもね、なんかしてましたね。ただこのサイトねめちゃめちゃ怪しいんですけども、テクロードっていうのかな、ちょっと読み方わかんないんですけどという名前のサイトで、iPad mini 6のまずこの記事しかないんですよ。記事が一つしかまずこのサイトないっていうのと、ちょっと見てみたんですけどね。この金型だと、例えばなんか音量ボタンがね、これ上側についてるんですよ。電源ボタンと。これ使ってる方はわかると思うんですが、iPad の音量ボタンっていうのは今までのモデルね、全部右側にあるんですよ。おそらくなんで、これは試作段階の本当に金型の一つが、単純になんか出てきただけなのかなと思ったりしますね。ただ全体的なデザインとかは、こんな感じになるんじゃないかなと思ったりしますね。ちょっと情報元が怪しいっていうのもあるんですけども、あと搭載されるチップについてですね、CPU とかについてはおそらく iPhone の12シリーズと同じですね A14 バイオニックチップじゃないんじゃないかなと思います。一応中国メディアが報じてたりするのが A14 バイオニックだったり、するのと、iPad はですね、大体 iPhone の一つ前のチップが使えることが多いので、おそらく9月に登場するであろうですね iPhone13 については次の A15 バイオニックチップが搭載されると思うので、A14 かなっていうところで、A15 ももちろんねありえなくないとは思うんですけども、おそらく iPad Air とかと同じ A14 にするね確率がやっぱりね、一応 iPad mini がローエンドって下の位置づけなので、なんか iPad mini が A15 になるとなんかバランスが変になっちゃうんで A14 が現実的かなと思いますね。でまた一応 iPad Air 4とね、今回やっぱ画面の大きさ以外で、唯一違うとなるのが、5G の対応ですね。セルラーモデルがもしかしたら対応するかもしれないですね。一応 iPhone 12と同じような仕様で、こちらも5G 対応、購入する方の一つのね、ポイントとなるとは思うので、ありえそうかなっていうところで、待望のですね Apple Pencil、これ第2世代に対応とあります。やっぱりこれはねメモ帳サイズでやっぱ側面にこうひっつけてね、充電できたりとかペアリングがこうできたりするようになりますので、これなかなか最高じゃないですかね。これでいいなと思ったんですけど、今の iPad mini 5はですね、古いタイプの第一世代のApple Pencil は対応してるんですけども、これしか使えないんで、これは結構対応したら売れそうだなっていうね、感じはしますね。でまた接続ですね、充電端子とかも今までのライトニングケーブルから Type-C ですね、USB Type-C の方になりそうですね。iPad とかこれからさすがにですねもう Type-C をどんどん今採用していってるので、そういった流れになるんじゃないかなと。なんでもうライトニングケーブル残ってるのはiPhone ぐらいですかね。今年はまだついてるんじゃないかなと。来年ぐらいにはなくなりそうなんですけどね。そして、ジョン・プロッサーさん、リーカーの人の画像にはですね、スマートコネクターというものがね、これついたりするんですよね。もしかしたらキーボードを装着できたりね、するものなんですけどね、ができるかもしれない。これにつくかどうか、ちょっと微妙なところではあるんですけども、た方がやっぱり文
文章をちょっと書きたい時とかね、なんかそのメールのちょっとした返信とか、なんかブログを書いたりするのにはね、非常にこれいいんじゃないかなと思ったりするんですけども、また気になるこのカラーバリエーションね、カラーについてなんですけども、今のところ一応2パターンですね。そういった2つの意見でちょっと分かれているところがありまして、1つ目は今の iPad Air 4と同じ、例えばグリーンとかね、スカイブルーとかローズゴールドとかあるんですけども、カラーバリエーション結構豊富なパターンですね。個人的には、こうなってほしいと思ってますし、カラフルなね、こうやって選択肢を望んでいる方が実際多いんじゃないかなと思います。Mac とかもやっぱカラフルになったので、カラフルじゃないかなって思う一方でですね、先ほどのジョン・プロッサーさんのね、2つ目のパターンとしては、今の iPad8 世代の、カラー、シルバー、スペースグレー、ゴールドとか、シンプルなパターンですね。3色展開。3色展開ということで、これもあるかなっていうところで、一ユーザーとしては、もちろんカラフルがいいんですが、ちょっとビジネスとかでね、考えた場合に、カラフルにするとそれだけやっぱ在庫も持たないといけないので、リスクがあるかなっていうところと、最近はやっぱスマートフォンとかね、結構大型化してるものばっかりなので、大体やっぱ画面でかいじゃないですか、最近のスマホって。その中でやっぱ小さめのじゃあタブレットが売れるのかっていうと、正直どうなのかっていうところもあって、実際にやっぱ iPhone 12 mini とかに関しては iPhone 12シリーズ自体は売れてるんですけども、ミニに関してはやっぱ世界的に微妙かなっていうところもあったりするので、はい、ということで皆さん新型 iPad mini、これ第6世代買いたいですか、買いたくないですか、どう思いますかっていうところですね。気軽にちょっとねコメントいただければと思います。いつもありがとうございます、コメント。で、また気になるですね、これ発売時期に関してなんですけども、ブルームバーグによると、年内発売、登場ということで、曖昧ですけども、年内にはあるかなというところで、早ければですね、動画でも解説しました、iPhone13 とか Apple Watch と、これ同時に登場するかもしれないというところですね。ただ AirPods ね、第3世代、次の AirPods の新型の噂もあったりするので、全てちょっと1回の発表会出すのはね、ちょっとごちゃごちゃしちゃうと思うんで、9月に一応発表会がね、2つあるというふうにね、話もあったりするんですけども、正直それはちょっとどうなのかなっていう感じはしたんですが、去年はですね、一応9月、10月、11月っていうふうに、3回あったんですよ。それをなんかそのままやるのがね、現実的な感じはするんですけども、一応今までのその iPad mini の、リリースのタイミングとか、iPad とかの考えるとですね、ほとんどやっぱ秋頃に登場してるんですよね。特にやっぱ iPhone の後にやっぱ出てくるっていうね、パターンがほとんどなので、早くても同時の9月か、なければ10月とか、そこら辺じゃないかなと思いますね。9月に発表会2回開催して、どうなの、そんな急ぐ必要あるのかなっていうね、思いますけどね。またやっぱり半導体ってものがね、やっぱ世界的に、要するに原材料が不足している状況でですね、特にここ最近ですね、iPad のこの8世代、一番安い価格の iPad の在庫がね、もうずっとないような状態が続いてるんですよ。今日もね、ちょっと見てみたんですが、まだ、到着までね、1ヶ月弱ぐらいかかるっていう状況なんですよね。これ急いで別に開催するのかなっていうね、ちょっと疑問は正直あるかなっていうところですね。気になるこれ価格についてですね、なんですが、iPad Air 4で、1万円ほど新しくなってね、値上がりしたので、おそらく iPad mini 6も同様に1万円ぐらい値上がりするんじゃないかなと思いますね。一応モデルチェンジになるので、64GB で今税込み5万円ぐらいになってますので、おそらく6万円前後ぐらいとかになるんじゃないかなと思いますね。で、256GB で、今の、だいたい 64GB と 256GB のその価格差っていうのが、だいたい1万9000円ぐらい、2万円ぐらいなので、だいたい7万8000円とか、7万9000円とか8万円弱ぐらいになるんじゃないかなっていう。値上がりはちょっと覚悟しておいた方がいいかなと。でストレージ容量についてはもしかしたら今現在は64と 256GB2 つなんですけども、中国のねなんかメディアによると 128GB もなんか用意されるかもっていう真ん中ですね。これはちょっと期待したいところではありますね。ということで最後に iPad mini 今の5世代5ね買うべきじゃない理由と、iPad mini 6じゃあ待つべきなのかっていうね、ところに関してなんですけども、ということで今までと見てきて、いただいた通りですね、9年ぶりの本当に、一番多分大きなアップデートになると思いますので、これは正直待つ価値あると思いますよ。今のモデルを買うことはですね、さっき言った iPhone XS を、今買うような感じですよね。本当2、3年前の性能のものをちょっと今高い価格で買うっていうので非常にこれはおすすめできないかなと思います。仮にじゃあ今のiPad mini の5世代でもいいかなっていうね、別にタッチ ID でいいかなっていう方に関してもですね、新しいモデルが出るとやっぱり今のモデルってね、価格が下がりますので、急いで別に今非常に必要かなとか、そういった人を除いてはですね、賢く買うっていう意味ではやっぱり待った方がいいのかなと
今後はまたね、あと新型の MacBook だったりですね、いろいろとこう控えてるね、Apple 製品ありますので、これからね、出てくる Apple 製品とか気になる方はぜひね、ちょっと他の動画とかもありますので、参考にしてもらえればと思います。いちいちちょっと情報を埋めるとね、めんどくせえなっていう方はですね、チャンネル登録して、通知ベルも押してもらえればね、すぐ情報いきますんで、はい。とはいえね、買いたい人は買っちゃっていいとは思うんですけども、最終的にはね、自分が欲しい時がやっぱ一番の買い時かなっていうところなんで、こちらの動画ね、少しでも役に立ったなと思った方はですね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。高評価、いつもありがとうございます。あと、通知ベルももちろん忘れずに。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。いや、iPad mini 6はですね、マジで楽しみだね。iPad Air と一緒だと思うけど。よいしょ。